はいどうもこんにちは。この動画ではいろんな場面で役に立つパのパーティクル背景の作り方をご紹介します。今回のアクションステップはこちら。今回は Adobe After Effects でプラグインを使わずとも作れるパーティクルです。今回は2種類だけご紹介します。パーティクルが作れるようになればあなたの好きな人に告白する際にロマンチックな雰囲気が出来上がりますので成功率も上がるかもしれませんね。そんなわけないですが早速本編を見ていきましょう。アクション。ということで、まず一つ目のパーティクル背景は、キラキラが上に向かって飛んでいくこんな感じの背景ですね。ということで、コンポジションの中に、まずは背景用の平面をコマンド Y で作成しておきます。名前は PG としておきましょう。そしたらこの平面に対してエフェクトの中にある4色グラデーションとやらを提供してあげます。さあ、するとサタデーナイトかと言わんばかりのパーティーカラーに染まり上がります。ここで今回は宇宙のような色にしていきたいのですが、参考程度に宇宙の写真とかを見つつ、この4つの色で宇宙を表現していきましょう。なんか青とか黒っぽい青とか、あとは紫っぽい色を使えば宇宙っぽく見えそうな気がしてきます。もうよくわかんないので、後でまたこれは調整していきましょう。では続いてはこの上にうごめく雲的なものを作っていきます。これだけでも背景素材として使えますので、ぜひとも覚えて帰ってお母さんに自慢してあげてください。ということで同じく平面を作成しておいてから名前はフラクタルにします。その名の通りエフェクトへと向かいつつ、この中からフラクタルノイズというものを探し出してこれを提供します。さあ、すると画面いっぱいにケムクジャラの白黒ノイズが広がります。そうしたらフラクタルのタイプをダイナミックプログレッシブというやつにしておいてから、ノイズのタイプをスプラインにしてもっこりもこもこさせてあげましょう。これでコントラストを上げておいて白黒をはっきりさせておきます。明るさに関しては少し下げておきましょうか。あとはコンプレクシティのところを上げておいて複雑度もちょっぴり上げていきます。あとはもう少しもっこりもこもこは大きく見せていきたいのでトランスフォームを開いておいてからここの中のスケールは大きくしておきましょう。200くらいにしておくといいのではないでしょうか。さあ、そしたらこれでいいのですが、このままだと動きませんので、この下にあるエボリューション、つまり展開のところを動かしていきます。最初に展開のキーフレームをオンにしておいてから尺が終わるところでだいたい展開を1回転くらいさせるといい感じのモコモコ具合が出来上がります。スピードとかはこれでご自由に調整しておいてください。さあ、それでは続いていっちゃいましょう。最後にモコモコ背景の仕上げとしてこのオーバーフローの設定をソフトクランプというやつにしておくと画面全体に完全に黒い部分が消え去りました。この状態でもっこりもこもこのモード設定をカラードッチにしてあげることによってもっこりもこもこに後ろのグラデーション背景が反映されるようになります。これをした上で改めて後ろの背景のグラデーションを変えていくといいかと思います。今回イメージしたのは宇宙ではなくてちょいと魔法の世界的なものをイメージしたいと思います。これを見ているあなたに魔法をかけちゃうぞ。テクマクマヤコンテクマクマヤコンこの野郎。ふざけたことを抜かしてないで次はパーティクルを作っていきます。また平面を作っておいて名前をパーティクルにします。そしてエフェクトの中から 3D 用にも動かせるように CC パーティクルワールドというのを提供します。後でこれについては解説していきますが、パーティクルワールドは空間においてパーティクルを広げる際に役立ちます。さあ、そうしたらパーティクルの設定です。まずはフィジックスで物理的性質を操作することができますが、ここでグラビティ、つまり重力を操作します。重力はマイナス 0.5 にして反対方向にパーティクルを浮かせましょう。そうしたら続いてはパーティクルの種類ですが、何でもいいですが今回はレンズコンベックスにしておきます。するとパーティクルが丸くなりますね。とりあえずパーティクルのバリエーションを 100% にまで上げておきます。これでパーティクルの大きさの多様性が変わります。そうしたら続いてはプロデューサーのところを開いて、ここでパーティクルを空間いっぱいに広げていきましょう。それぞれ3にしておけば十分ではないでしょうか。これで XYZ の3軸に広がっていきました。これで再生をしてみますが、スピードがちょっと速いのと、あとパーティクルがすぐ消えてしまっているのがわかります。ということでまずロンジェビティ、つまり寿命のところでパーティクルの寿命を長くしておきます。これで消えるまで5秒かかるようになります。そしたら今度はフィジックスの中のレジスタンスのところで空気抵抗を上げていきましょう。これによって抵抗が上がっていきますので、パーティクルのスピードは遅くなっていきます。さあ、こんな感じでしょうか。あとは最初からパーティクルが見えるようにするために、ちょいとばかしレイヤーは左の方へとずらしておきます。これでいい感じですね。この背景で YouTube のアウトロとかを作るだけでもいい感じかと思います。
あとはこのパーティクルのモード設定をクラシックカラードッジというのに変更しておきます。これによってパーティクルが後ろの色を反映するようになりますね。このパーティクルにはエフェクトからさらにグローを適用しておいてパーティクルを光らせておくといい感じになるかもしれません。グローは色値を減らしたり半径を上げたりして数値を変更しておいてはいかがでしょうか。不透明度なんかも調整しておきます。場合によってはカーブなんかも適用してもいいですね。これが CC パーティクルワールドを使ったパーティクルの作り方です。ちなみに私が面倒な時によく使うパーティクルの方法として CC スノーフォールというのもあります。新規平面を作成しておいてからこの平面に対してエフェクトの中の CC スノーフォールというのを提供します。この CC スノーフォールは平面の色を反映しますので、白い雪を作りたいときは白い平面にしておいた上で、エフェクトコントロールの中の Composite with Original というのをチェックを外しておきます。すると、粉雪が心まで白く染められたならという感じで細かい雪が降り始めます。一応ソロレイヤーにしておいてからこいつは調整していきましょう。まず、スノーの量を減らしておいてからスノーが見えないので、こいつのサイズは大きくしていきます。ここのところは好きに調整していいのですが、スケールのところでチェーンを外しておいてから Y 軸の数値をマイナスにすることによって簡単に上へと上がっていくパーティクルが出来上がるのです。非常に簡単ですね。チョークの粉が舞い上がる黒板のようです。さあ、こんな感じにすると丸いパーティクルと細かいパーティクルの両方が出来上がります。もし他に色々とアレンジを加えたければカメラを追加してそれぞれ動きを加えていけば色々と面白いやり方ができるかと思います。ぜひともやってみやがれ、この野郎。そしたら次はもう一つのパーティクルの作り方です。続いては地面にパーティクルを降り積もらせていきます。とりあえずこの辺はさっきと同じなので早送りをしていきます。背景を作っておいてから4色グラデーションを追加しているだけです。簡単です。簡単すぎて肩腹痛いわ。そしたらこれまた同じで CC パーティクルワールドを使っておいてパーティクルをレンズコンベックスとかにしておいてからパーティクルを広げておいてサイズとかも小さく設定しておきます。今回のポイントはこのパーティクルをいかに地面に降り積もらせるかですね。ということでこのパーティクルどもはプロデューサーのところで上から降るように Y 軸の数値を上へと上げていきましょう。グラビティ、つまり重力のところで当然ながら重力のかかり具合を設定することができます。これで抵抗を強くするとだんだんと落ちるスピードがゆっくりなので今回はレジスタンスではなくてベロシティのところで速度そのものを遅くしていきましょう。そしたら今度はこのパーティクルをいよいよ地面に降り積もらせていきます。フィジックスのところを開いておいてからこの中のフロアを開きます。このフロアは縦乗りです。そしてこのフロアアクションのメニューのところからバウンス、弾むやつを選ぶことによってパーティクルがバウンスするようになるのです。さあ、これで確認すると弾が落ちてきてめっちゃ地面に跳ね返ってます。図工の授業中にビーズをめっちゃこぼして床に落ちたビーズをみんなで拾い集めたという青春時代を思い出す人もいるのではないでしょうか。このバウンスするところはバウンスネスという数値を下げることでボヨンボヨン具合が変更できます。さあ、これくらいのバウンスの方が雪が積もっている感があっていいですね。ちょっと氷のような固めの雪が道路に跳ね返っているような印象です。さあ、そしたらこれで最後ですが、ここにカメラの回転の動きをつけたいと思ったら、カメラを作成せずともエクストラのところを開いておいて、ここのエクストラカメラの中にあるローテーション Y というところを動かすことで、パーティクルの周りをカメラで回転させることができます。これを使うことでいい感じの空間背景が出来上がるということですね。オルトクリックをしてエクスプレッションを追加してタイムのエクスプレッションを使って永遠に回転させる系に処しましょう。これによりこのパーティクルの周りを永遠にカメラがぐるぐると回り続けます。そしてパーティクルは考えるのをやめます。最後にもっと地面っぽさを出していきたいのであれば新規平面を作成しておいて地面の境界を作っていきましょう。ということで長方形ツールを選択しておいてからこれで横に長く線を引いておいてからの F を押してマスクの境界のぼかしを出していきます。これでマスクをぼかしていきましょうか。そして不透明度を下げることによってぼやけた境界線が出来上がりますので地面っぽさが出来上がります。とこんな感じで CC パーティクルワールドを使えばプラグインを使わずとも面白い感じの背景素材ができるのでぜひとも真似してみてはいかがでしょうか。出来上がった背景はストックサイトなどで売れるかもしれませんのでいろいろと作って販売してみるのもいいかもしれません。
さあ、ということで今回の動画は以上。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。